中、血のバレンタインの悲劇によって地球プラント間の緊張は一気に本格的武力衝突へと発展した。誰もが疑わなかった数で勝る地球軍の勝利が、当初の予測は大きく裏切られ、戦局は疲弊したまますでに11ヶ月が過ぎようとしていた。夢ポット。つくづく君は落とし物を拾うのが好きなようだな。開けますぜ。ありがとう。ご苦労様です。急ぐたびにぶつけ合いちぎれ合う互いの反応の痛み感じている。寂しさに汚れた腕で抱いた、それ以外の何かを知らないから、つながる瞬間目覚める永遠待ち焦がれる。過ぎる時のまばたきにさらされて、一人では届かない願いなんて消えそうな言葉じゃ、絡み合う熱を伝えたい真実を誰から守ればいい。君がいつか欲しがった想いがそこにあるなら、あらあらあら、ハロ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 ラティッシュ、ハロハロ。ありがとう。いえ。あら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 、まあこれはザフトの船ではありませんのね。ほなな。はい。アスランザラです。認識番号285002、クルーゼ隊所属アスランザラ、軍本部より通達です。はっ。ベサリウスは予定を35時間早め、明日1800の発進となります。各員は1時間前に集合。上官のこと。復唱の後通信資料の返信を。ベサリウスは明日1800発進。各員1時間前に集合。上官。アスランザラ、了解しました。この船には今回の追悼式代表を務めるラクス・クライン城も乗っており、安否が気遣われています。繰り返しお伝えします。追悼1年式典の慰霊団派遣準備のためユニウス7へ向かっていた視察船
シルバーウィンドが昨夜消息を絶ちました。ラクス。ポットを拾っていただいてありがとうございました。私はラクス・クラインですわ。ハロ、ラクス、ハロ。これは友達のハロです。ハロハロ、お前もな。ハロハロ。やれやれ。なんて言ってる？聞こえない。黙ってよトール。お前ら静かにしろって。お前たちにはまだ積み込み作業が残っているだろう。さっさと仕事に戻れ。クラインね。かのプラント現最高評議会議長もシーゲル・クラインと言ったが。シーゲル・クラインは父ですわ。ご存知ですの？そんな方がどうしてこんなところに？私、ユニウス7の追悼慰霊のための事前調査に来ておりましたの。そうしましたら地球軍の船と私どもの船が出会ってしまいまして。臨検するとおっしゃるのでお受けしたのですが、地球軍の方々には私どもの船の目的がどうやらお気に障られたようで、些細ないさかいから船内はひどい揉め事になってしまいましたの。そうしましたら私は周りの者たちにポットで脱出させられたのですわ。なんてこと。それであなたの船は？わかりません。あの後地球軍の方々も沖を沈めてくださっていればよいのですが。ベサリウス発進は帝国通り。搭乗員は12番ゲートより速やかに乗艦。アスラン、ラクス城のことは聞いておろうな。はい。しかし隊長、まさかベサリウスが。おいおい、冷たい男だな君は。無論我々は彼女の捜索に向かうのさ。でもまだ何かあったと決まったわけでは。民間船ですし。公表はされてないが、すでに捜索に向かったユンロー隊の偵察型陣も戻らんのだ。ユニウス7は地球の引力に惹かれ、今はデブリ隊の中にある。嫌な位置なのだよ。ガモフはアルテミスで足つきをロストしたままだしな。まさかラクス城とお前が定められた者同士だということはプラント中が知っておる。なのにお前のいるクルーゼ隊がここで休暇というわけにもいくまい。です。彼女はアイドルなのだ。頼むぞクルーゼ。アスラン。は。彼女を助けてヒーローのように戻れということですか？もしくはその亡骸を号泣しながら抱いて戻れかな。どちらにしろ君が行かなくては話にならないとお考えなのさ、ザラ委員長は。祈りましょうね、ハロ。どの人の魂も安らぐことのできるようにと。
しかして。そんな。嫌よ。フレイ、嫌ったら嫌。なんでよ。どうしたの？あの女の子の食事だよ。ミリーがフレイに持ってってって言ったらフレイが嫌だって。それで揉めてるだけさ。私は嫌よ。コーディネーターのこのところに行くなんて怖くって。フレイ。もちろんキラは別よ。それは分かってるわ。でもあの子はザフトの子でしょ。コーディネーターって頭いいだけじゃなくて運動神経とかもすごくいいのよ。何かあったらどうするのよ。ねえ。フレイ。でもあの子はいきなり君に飛びかかったりはしないと思うけど。そんなのわからないじゃない。コーディネーターの能力なんて見かけじゃ全然わからないんだもの。すごく強かったらどうするの？ねえ。まあ誰がすごく強いんですの？ハイラー、元気？お前もな。しかしまあ補給の問題が解決したと思ったら今度はピンクの髪のお姫様か。悩みの種がつきませんな、艦長殿。あの子もこのまま月本部へ連れて行くしかないでしょうね。もう帰港予定はないだろう。でも軍本部へ連れて行けば彼女はいくら民間人と言っても。そりゃあ大歓迎されるだろう。なんたってクラインの娘だ。いろいろと利用価値はある。できればそんな目には合わせたくないんです。民間人のまだあんな少女を。そうおっしゃるなら彼らはこうして総監に協力し戦場で戦ってきた彼らだってまだ子供の民間人ですよ。バジルール少尉、それは。キラヤマトや彼らをやむを得ぬとはいえ戦争に参加させておいてあの少女だけは巻き込みたくないとでもおっしゃるのですか？彼女はクラインの娘です。ということはその時点ですでにただの民間人ではないということですよ。まあ驚かせてしまったのならすみません。私喉が渇いて。それに笑わないでくださいね。だいぶお腹も空いてしまいましたの。こちらは食堂ですか？何かいただけると嬉しいのですけど。ちょっと待って。鍵とかってしてないわけ？やだ。なんでザフトの子が勝手に歩き回ってんの？あら、勝手にではありませんわ。私ちゃんとお部屋で聞きましたのよ。出かけても良いですかって。それも3度も。それに私はザフトではありません。ザフトは軍の名称で正式にはゾディアックアライアンスオブフリーダム。なんだって一緒よ。コーディネーターなんだから。同じではありませんわ。確かに私はコーディネーターですが軍の人間ではありませんもの。あなたも軍の方ではないのでしょう？でしたら私とあなたは同じですわね。ご挨拶が遅れました。私は。ちょっとやだ。やめてよ。冗談じゃないわ。なんで私があんたなんかと握手しなきゃなんないのよ。コーディネーターのくせに慣れ慣れしくしないで。もし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 。あら、じゃあね、遊ぼう遊ぼう。認めたくない、認めたくない。フレイってブルーコスモス？違うわよ。でも
あの人たちの言ってることって間違ってはいないじゃない。病気でもないのに遺伝子を操作した人間なんてやっぱり自然の摂理に逆らった間違った存在よ。本当はみんなだってそう思ってるんでしょ。またここにいなくてはいけませんの？ええ、そうですよ。つまりませんわ。ずっと一人で。私も向こうで皆さんとお話ししながらいただきたいのに。こんにちは。これは地球軍の船ですから、コーディネーターのことをあまり好きじゃないって人もいるし、てか今は敵同士だし。ラクス、残念ですわね。お前もな。でもあなたは優しいんですのね。ありがとう。僕もコーディネーターですから。お前もな。艦長。間違いないの？間違いありません。これは地球軍第8艦隊の暗号パルスです。追えるのか？やってますよ。解析します。こちら第8艦隊先見モントゴメリアエンジェルオート。ハルバートン巡視長機関の部隊だわ。探してるのか俺たちを。位置はコープマン少佐の隊か。待ってください。よし。まだかなりの距離があるものと思われますが。だが合流できれば。ああ、やっと少しは安心できるぜ。キラー、ミリーから聞いた。あんまり気にすんな。フレイには後で言っとく。待ってるの。あの時忘れた微笑みを取りに来て、あれから少しだけ時間僕もコーディネーターですから。そうですか。でもあなたが優しいのはあなただからでしょ。お名前を教えていただけます？キラです。キラヤマト。そう、ありがとうキラ様。あの子が歌ってるのか。綺麗な声だな。でもやっぱそれも遺伝子いじってそうなったもんなのかな。さ、行こうぜ。俺たちも飯食わなきゃな。なんかつい忘れちゃうけどさ、キラもコーディネーターなんだよね。あんなモビルスーツ平気で乗れて戦えちゃうんだもんな。どうした？地球軍の艦艇と思われますが、こんなところで何を。
足つきがアルテミスから月の地球軍本部へ向かおうとすればどうするかな。ではやはり補給もしくは出迎えの艦艇ということも。こちらの位置はまだ気づかれてはいないな。ロストするなよ。慎重に追うんだ。我々がですか。しかしラクスクラインの捜索も無論続けるさ。だがたった一人の少女のためにあれを見逃すというわけにもいくまい。私も後世歴史家に笑われたくないしな。ボーイ4号マーク10アルファへ進路修正完了。期間 60%。 これでやっと安心ですな。どのくらいで合流できるんですかね。もうこんな船はゴリゴリだわ。パパが。お、先遣隊と一緒に来てる。嘘。フレイのことは当然知らなかったろうけど、こっちの乗員名簿さっき送ったからさ。パパがよかった。よかったね。すみません、遅れました。ああ、比率ジオメトリーのオフセット値変えといたからちょっと見といてくれ。はい。ま、もう用はねえかもしんねえけどな、こいつも。では問題です。私たちはどこに向かっているのでしょうか。優しさは君を遠ざけるだけ。冷たく切り捨てた心はさまようばかり。そのかっこ悪さが生きるということなら、寒空の下で落ちていよう。あんなに一緒だったのに、届けられたかすかな声、その向こうに見える救いの手にさまよう船は喜びの声を上げる。苦難の日々は時の中へ去り、約束されるは前と変わらぬ平穏か。が再び重火が空を切り裂く時、キラは気まぐれな運命を見る。次回「機動戦士ガンダムシード消えてゆく光」、決意の一撃を放てガンダム。